皆さんこんにちは、アンリです。今日はいよいよ AI が AI を作り始めるという SF みたいなフェーズに本物の大型資金調達が突き刺さってきたという話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。主役はロンドンに本拠を置く新スタートアップリカーシブスーパーインテリジェンスです。2026年5月13日に6億5000万ドル、日本円で約1000億円のシード調達と、評価額46億5000万ドル、日本円で約7000億円という創業1年目としては破格の評価で、ステルスを脱却して表に出てきました。出資者には Google の事業会社向けベンチャーキャピタル GV、米国の VC グレイクロフトが筆頭で名前を連ね、さらに NVIDIA と AMD という世界中の AI チップを実質2社で握っている半導体大手までもが出資に加わっています。それではこの AI が AI を作り始める日を象徴する会社の中身を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションはリクヒブスピアインテリジェンスという会社の基本データです。本社はロンドンに置かれ、メンバーは創業者を含めて25人弱です。25人で評価額46億5000万ドルというのは、1人当たり1億8600万ドル、約290億円という歴代でも上位に入る人数当たり評価額、つまりまだ人を増やしていない段階で市場が会社にかけている期待値の高さの記録です。創業者は2人。共同代表のリチャード・ソッカーさんはセールスフォースのチーフサイエンティスト、つまり最高科学責任者を務めた後に AI 検索エンジン U.com を立ち上げた米国 AI 業界の重鎮です。もう一人の共同代表ティムロック・テッシェルさんはGoogle ディープマインド出身の強化学習、つまり AI を試行錯誤で学習させる手法の研究者で、ロンドン大学のリサーチャーとしても知られています。シリコンバレーとロンドンのディープマインド系列の研究者人脈を一社にまとめてきたというのが、25人という小ささに対してこれだけの巨額調達が成立した最大の理由です。2つ目のセクションはレクッセブが掲げているテーマ、 AI が AI 自身を改良する自己進化型 AI とは何かという説明です。これまでの AI 開発は人間の研究者が新しいモデルアーキテクチャ、つまり AI の内部構造の設計やトレーニング手法、つまり学習の進め方を考え、それをコンピューターに実行させるという人間主体のプロセスでした。リカーシブが目指しているのは、その研究者の役割自体を AI に代替させるというアプローチです。具体的には AI が新しい AI モデルの構造を自分で提案して自動でトレーニングを回し、その結果を評価してさらに良い構造を再提案するというループを人間が介在せずに連続的に回すという構想です。これはリカーシブ、つまり再起、自分で自分を呼び出して改良するという名前の由来そのものです。リカーシブは2026年の中頃を目標にレベル1、つまり最初の自立訓練システムを公開すると発表時にコメントしています。 AI に詳しい方ならこれが AGI、つまり汎用人工知能、人間と同等以上の知能を持つ AI に研究開発のスピードで先回りされるという議論のど真ん中であることがすぐにわかります。研究開発のスピードが AI に置き換わるというのは、ものすごく抽象的に言えば AI の世代交代が人間の年単位から機械の週単位、日単位に圧縮されるという未来です。3つ目のセクションは、なぜ GV、グレイクロフト、NVIDIA、AMD が揃って同じラウンドに入ったのかという出資者の意味です。GV は Google のアルファベットが運営する事業会社向けベンチャーキャピタルで、これまで Google ディープマインドの研究者が独立して立ち上げる会社に繰り返し出資してきました。グレイクロフトは米国で複数の AI スタートアップに大型出資してきた老舗 VC で、評価軸の厳しさで知られています。この2社が筆
頭というのが、まず研究シーズの品質に市場が太鼓判を押したサインです。次に NVIDIA と AMD の参戦の意味です。NVIDIA は世界中の AI チップ供給の最大手で、 GPU つまり AI の計算に使う半導体をレクヒス部の自己進化型 AI に優先的に供給する権利を出資と引き換えに手に入れることになります。 AMD も同じ理由で自社の MI シリーズ GPU の販売先としてレクイス部を早期に抑えに行きました。 AI チップ各社にとって自己進化型 AI が市場の主流になれば計算需要は今の数十倍に跳ねるという見立てがあり、そのフロンティアに最も近い会社を早めに手の内に入れたいという競争が5月13日のラウンドに集約されました。 AI チップ業界の覇権争いと AI 自体の世代交代が同じテーブルで進んでいるというのがこの出資ストラクチャーから読める事実です。4つ目のセクションは共同代表リチャード・ソシアさんがセールスフォースを辞めた本当の理由と私たち日本の視聴者への影響です。ソーシエさんはセールスフォースの最高科学責任者を務めていた時期にセールスフォース社内でアインシュタインという業務向け AI の研究開発をほぼ単独で立ち上げた人物です。そのソーチャーさんがセールスフォースを離れて最初に作った会社が U.com、 AI ネイティブな検索エンジンで、その次に立ち上げたのが今回のルクヒスイーパーインテリジェンスです。ソーシエさんの経歴を追うと、業務に組み込む AI から検索を置き換える AI、 そして研究そのものをやる AI へと AI が踏み込む領域が一段ずつ抽象度を上げてきていることがわかります。本人はセールスフォースを辞めた直接の理由を語っていませんが、業務効率化 AI の先には研究効率化 AI があり、その先に AI が研究を作る世界が来るという見立てが彼の3社の創業ストーリーには一貫しています。日本の私たちへの影響は3つあります。1つ目は AGI 議論を遠い未来の話と片付けてきた人にとって AI が AI 自身を作る会社に Google 系の VC と AI チップ大手が同時に1000億円を入れたという現実は議論のリアリティを一段押し上げる出来事です。2つ目は日本国内の AI 研究者にとって自分が日々やっている仕事の一部を AI に置き換える研究が海外で大型資金を集め始めたという競争環境の変化を意識せざるを得なくなります。3つ目は企業内で AI を使う立場の人にとって業務効率化の AI から業務そのものを再設計する AI へとベンダーから来る提案の中身が2027年にかけて急に変わる可能性があり、自社の AI 利用方針をツール導入から業務再設計へと頭の整理を進めておく価値があります。ここまでの整理をまとめます。2026年5月13日、ロンドンのスタートアップレクフィスイピーテリジスが評価額46億5000万ドル、日本円で約7000億円、メンバー25人弱という規模で6億5000万ドル、日本円で約1000億円の調達を発表しました。共同代表はセールスフォース元最高科学責任者のリチャーダ・ソシアさんと Google ディープマインド出身のティム・ロック・テッシェルさんです。テーマは AI が AI 自身を改良する自己進化型 AI、 最初の自律訓練システムレベル1を2026年中頃に公開予定です。出資者には Google の GV グレイクロフトに加えて NVIDIA、AMD という AI チップ大手2社が参戦しています。今日が AGI という抽象的な議論が本物の資金で現実の競争に変わり始めた日として記録される一日です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で